はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、ボス戦必須衛星版ユーティラヌス簡易トラップのご紹介です。アークサバイバルアセンディットになりまして、生物の誘導が難しくなりました。ただしですね、ユーティラヌス君に関しては少し特殊でして、建造物を避けません。そのまま突っ切ってきます。バグかなと思ったんですが、現状もそのままなので、おそらく仕様です。なので、トラップの誘導は、おそらく ASA1 誘導しやすい生物となります。ただしですね、ユーティラヌス点2つポイントがありまして、1つが強風の方向をしますので、生物の手誘導する場合ですね、強風デバフが食らう可能性があります。もう一つが走破能力がないので、ちょっとした段差でも避けてくる可能性があるので、建造物避けないんですが、地形に左右される可能性があります。この2点で少し誘導がしにくい生物となっています。それにあたって今回ですね、低コストトラップ、全方位型のトラップ、そして妨害阻止用の完全防御型のトラップの3種類をご紹介させていただきます。ユーティラヌスくんですね、特殊な面もありまして、ところどころ注意点ご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、まず低コスト版のご紹介となります。必要素材はこちら。こちら最低コストで作れるんですが、少し地形に左右されますので、ここも注意点としてご紹介しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。では作っていきますね。まずは作土台を引きます。これをこの字に並べます。で、この間の作土台は回収。あってもいいんですが、次に奥側に関しては両扉枠を1つ。手前側に関してはクォーター壁を2つ。そして三角屋根を1つ。以上です。ここクォーター壁ですね。2つ貼らないと内側から横抜けれてしまいますので、ここは2つ置いてください。スペース感がギリギリになっておりますので、山岳地帯とかちょっと傾斜があるところに関しては、傾斜に合わせて設置していただく必要があります。傾斜の高い方をこのクォーター壁の方にしていただいて、傾斜の低い方をこっちの両扉枠にしていただいて、両扉枠をもう一段高く設置していただければ、基本的にはできるかと思います。ただ、場所によってはちょっと辛い場合はですね、この後ご紹介する完全防御型の土台設置パターンにしていただくと安定するかと思います。では、実際やっていきますね。ユーティラヌスくんですね。このまままっすぐ抜けてきますので、誘導ですね。非常に簡単なんですが、飛行生物誘導する場合ですね、恐怖バフとかがあるので、そこはご注意ください。できれば周り片付けてユーティラヌスと1対1でサバイバーで走って誘導した方が安全です。もう一点ですね、まっすぐ突き抜けてきますので、逆に走る軸がずれてしまうと別のところ走ってきてしまいますので、トラップをまっすぐ入ってきてくれるようにしていただければと思います。入り口は三角屋根になっているので、割と斜めからでも入るんですが、ここのスペースが割とギリギリなので、ここに入っていただくにはまっすぐ誘導した方がいいです。今ちょっと見やすいように後ろを向きながら飛行したんですが、普通に走り抜けていただければ誘導できます。あとは眠らせるだけですね。ちなみにカルノタウルスくんは一緒に出てくる場合あると思うんですが、このトラップにはまらないので、一緒に誘導してもですね、ユーティラヌスくんだけをはめることができます。うろちょろ方角変えるんですが、動くことはできません。なぜかはまると攻撃もしなくなるので、座れることはあまり少ないかと思います。近寄りすぎると攻撃してくると思うんですけどね。はい、寝ました。ちなみにユーティラヌスくんですね。本体の位置ここにしかないので、
こっちはですね、おまけになっております。ここはまた完全防御タイプのところでお話ししますね。以上です。では続きまして、誘導簡単な全方位型のトラップのご紹介です。必要素材はこちら。では作っていきますね。尺土台を置きます。今回はですね、六角形に置きますので、まっすぐから2段曲げて置いていきます。この状態ですね。ウォーター壁を単面に関しては2個置きます。間の3面に関しては1個置きます。これは左右どっちでも問題はないです。そして三角屋根を2個置いた方に置きます。以上です。これ3面でもどの向きからでも一応入りますのでご安心いただければと思います。一応ですね、全部クォーター壁貼って三角屋根貼っても入ります。ただサバイバーが入ると抜けれなくなるので、この形にしております。ちなみに1個抜いた状態で三角屋根貼ると抜けれてしまいますので注意ください。では実践していきますね。ユーティラヌス君なんですが、このまま誘導してもいいんですけども、一応ですね、勢いあるとですね、飛び越えてしまいます。なので、ちょっと近くに立ち止まってもらってからですね、入っていただくと入ります。中に入ってしまえば抜けることはできません。どの向き向いても抜けれません。一応ですね、カルノくんも入ってしまうと抜けれないんですが、基本的には入らない、避けてくれると思うので、ユーティだけ誘導できるというものになってます。無理やり入れようと思ったら入れれるんですけどね。他の生物でもですね、このクォーター壁越えれない子であれば、はめれる可能性はありますが、試してないです。もし何かこの子捕まえれたよっていうのがあれば、コメントいただければ嬉しいです。では一応眠らしておきますね。はい、寝ました。このトラップなんですが、どうしても勢いで飛び越えてしまうよっていう方に関してはですね、全方向ではないんですが、ここにクォーター壁を貼ります。で、1個ずつですね、貼ります。片面に関しては、両扉枠を貼っていただく。ここに三角屋根貼っていただくと、片面方向にはなるんですが、入り口も広いので、さっきご紹介した低コストパターンの入り口広いバージョンということになりますので、どうしても誘導が難しい場合は、こういった使い方もできます。これでも飛び越えるよっていう場合は、もう一個置けばいいので、地形によってはですね、そういったところも出てくると思うので、こういう使い方もできます。応用ですね。以上です。続いて完全防御タイプのご紹介です。必要素材はこちら。基本部分は初回にですね、ご紹介した1マストラップの形になっております。少しカスタマイズしておりますので、最後までご確認いただければと思います。では作っていきますね。まず土台を一番下で設置します。そして両扉枠を2段、手前に1段、ここにスロープを貼ります。ユーティラヌスですね、建造物回避しませんので、これで捉えることができます。基本的に土台使っているので、回収も簡単ですし、地形にも左右されないので、おすすめだったりします。今回完全に囲うためにですね、まず片側に関しては、両扉枠を貼ります。一旦この状態です。これ両方全部囲ってしまうとユーティラヌス入らなかったりしますので、3面囲っている状態にします。まずはこの状態で誘導します。ではですね、実践していきますね。まっすぐ抜けていただいて、普通にユーティラヌスくんこのまま入ってきてくれますので、はまります。ここからなんですが、できればですね、眠らせる前に壁を張りたいんですが、もう一枚貼るにあたって、ここに壁を貼れません。ただし、
こっちに向くと壁が腫れたりするんですけど、結構難しいです。なので、こういう場合、まず打ちます。打ってるとこっちにヘイトが来て、その間にですね、壁にしていただいて、ここに設置することができるんですね。それがどうしてもできない場合なんですけど、こっち向きに眠らせると壁張ることが後でもできます。まず眠らせますね。眠らせる場合に先に壁が張っている方向に来てもらっている必要があるので、そっちに倒れてしまった。倒れた反対方向であればですね、後張りできるんですけど、確実なのはやはり眠らせる前に壁張った方が確実です。これで寝てるんですが、本体の判定ここにあるんですね。なので、この土台だけを囲いたいです。囲うにあたって、まず壁を張り替えます。これ張り替えるとですね、破壊になってしまうので、最初の扉枠分が破壊になってしまいます。ただし、壁を回転壁にするとですね、破壊しないんですね。壁と両扉枠両方あります。なんで、後で回収ができます。ただし、判定が残っているところに関してはですね、張り替えじゃないので、できません。こういう時は壁、張り替えていただくと張り替えれます。ここなんですが、天井ですね。立っている状態でユーティ君の判定が残っているので、この1マスでは上に屋根が張れません。2マス目であれば張れます。なので、ここに関してはですね、ここは普通に壁を張ります。ここも張ります。ここも壁を張ります。ここに関しては回転壁張れるんで回転壁張ります。一応回転壁張れるところであれば回転壁張っていただければと思います。中に入らなくてもインベントリーはここから開けます。ただし完全に体出てるんですけど、ユーティ君の当たり判定はこの中になっているので、ティラノサウルス君ですね。カミカミしてるわけなんですけども、ユーティラノス君にはダメージ入っていません。なので、妨害される方に関してはですね、この形で囲っていただければ囲うことができます。壁がちょっといっぱい必要になっちゃうんですけども、2段の高さが必要になりますのでね。もちろんですね、石土台拾っていただくと全部回収されますので、回収は簡単です。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ボス戦必須のユーティラヌス君の簡易トラップのご紹介でした。低コストパターン、全方向型、完全防御タイプの3種類のご紹介でした。ユーティラヌス君ですね、建造物無視して突っ込んできてくれますので、誘導自体はかなり簡単になります。ただし、恐怖バフとかですね、あるので、そこだけご注意いただければと思います。あとですね、結構勢いだけはあるので、飛び越したりとかですね、ご注意いただくのと、走破能力がないので、地形には割と左右される面があるので、誘導経路ができるだけガタガタしてない、高低差がないところですね。傾斜はいいと思うんですが、ガタガタしてると、ちょっとまっすぐ走ってきてくれない可能性があるので、ご注意いただければと思います。今後に関してなんですが、ボス戦に行く生物と海洋生物に関してはですね、ご要望いただいておりますので、大体のところは出そうかなと思っているんですが、建築チュートリアルの方もですね、再開していきたいと思っておりますので、この生物のトラップ欲しいっていうのがあればですね、ぜひ名指しでご要望いただけると助かります。なければそのままですね、あといくつかですね、トラップ出したら建築チュートリアルの方に移ろうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。その後また他の生物もね、出していこうかと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。